You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は岡山城を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。岡山城の城構えは本丸を中心にして西側へ広がる配置となっていて、本丸と侍屋敷町の二の丸を囲む二重の内堀、その西外側の城下町を内外に分ける中堀、さらには外堀、初鹿堀と城域を堀割りで多角的に区画していました。廃城後の市街地整備で多くの堀割りが埋められ、今は本丸の内堀をわずかに残すだけです。初鹿堀の由来について、慶長5年、西暦1650年の関ヶ原の合戦で、西軍の主力となった宇喜多秀家は、八丈島に幽廃となり、代わって小早川秀秋が岡山城主となりました。秀秋は、早速、岡山城の大幅な近代化改装に着手、従来の外堀の外側に新しい外堀を築きました。この大工事には、領内一円から多くの人々を動員し、わずか20日間で完成させたため、初鹿堀と呼ばれるようになったと伝えられています。目安橋。大手、表口側から本丸へ通じる橋で、池田光政の代に、橋のたもとに、領民からの投書を受け付けるための目安箱が置かれたことからこの名がつきました。橋は明治になって撤去され、土橋に改められましたが、欄干を飾っていた義星は、天守閣内に展示されています。大石の使用。岡山城の建設当時は、大名が威勢を誇る目的で石垣に巨石を集めて築くことが流行していた。岡山城の大石は、この辺りに多く使われている。また、石垣の石は、瀬戸内海に浮かぶ大島などから運び込まれました。
切り込みはぎ。四方をきちっと合わせて積む石垣のことを言います。目安橋から岡山城へ入る正面の石垣は、城内でも最も大きい石を用いて切り込みはぎに積んでいます。背丈より大きい石がたくさんあり、一番大きな石は縦 3.5 メートル、横 2.5 メートルを超える大石です。これは小早川秀明時代に積んだものと言われています。そのそばには犬島から運ばれた石であるとの案内板があります。打ち込みはぎ。浮田秀家が朝鮮半島での戦いに大勝利を収めた時、石膏を連れて帰ってきたので、岡山では石垣積みの新しい技術が他の地域より早く入ってきています。寸法に割った石をきれいに並べて石垣を作る。これを打ち込みはぎと呼んでいます。月見櫓。池田忠夫の頃月見櫓が建てられました。月見櫓の石垣は花崗岩を割って打ち込みはぎに積んでいます。割り石を規則的に積み、勾配は扇のような美しい曲線を持っています。月見櫓は戦災の時も延焼を免れたので当時の姿を今もそのまま残しています。開祖、浮田氏の建章碑。天正元年、1573年、石山に、浮田直家が元あった城を、修築してから入城し、城下町を開きました。またその子秀家は、
豊臣秀吉の処遇を受け、秀吉の指示により、この地、岡山に本丸を移して城下町を完成させました。ここに直家入城400年を記念し、岡山市発展の礎を築いた浮田節を検証するため、この石踏みを建立したものです。廊下門。廊下門は、岡山城、本丸中段、京向きへ入るための門で、絡め手門にあたります。後楽園側から岡山城に入るには、廊下門を通ることになります。櫓門形式の門で、上屋は、本段御殿に住む藩主が、中の段の表書院に降りる通路として利用されたため、廊下門と呼ばれました。本段の張り出し部から中の段にかけて上屋が渡され、その下に門扉を設けた櫓門の形式をとっています。月見櫓と同じく1620年代に池田忠夫が建てたものですが、明治になって取り壊されました。現在の建築は昭和41年、1966年にコンクリートで再現されたものです。なお、30メートルほど、背後の中の段内に廊下門の前身となる裏門跡が埋め込まれていることが発掘調査で分かっています。月見櫓。
月見櫓は、岡山城、本丸跡に現存する唯一の櫓で、国の重要文化財に指定されています。重要文化財とは、日本に所在する、建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上、芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものとして、文化財保護法に基づき、日本国政府文部科学大臣が指定した文化財を指します。第4代城主の池田忠夫が、藩主の時、1620年代に建てられたそうです。この隅櫓は一部地下付きの塗り米造り、本瓦葺き2階建ての建物となっていて、城の外側から見ると2層の望楼型の外観ですが、内側から見ると3層の相当型に見えます。内側の2階を見ると、東面と西面は雨戸がついており、日常の生活仕様となっています。開かずの門。岡山城の開かずの門は、明治時代に廃条例によって取り壊されましたが、1966年、昭和41年に天守と共に再建されました。この門を境に、藩主が日常生活を営む御殿がある、本段と仕切られており、セキュリティを高めるために普段は閉ざされていたため、開かずの門と呼ばれていました。表書院、藩庁の南端から本段、城主居館へ、登る石段の入り口に設けた渡り櫓門、天守閣のある、本段全体の、入り口を固めた大型の城門であるが、平素の出入りは、北端の渡り廊下を使用し、この門はほとんど閉ざされていたことから、開かずの門と呼ばれた。
明治の廃城後取り壊されたが、昭和41年、鉄筋コンクリートで再建されました。岡山城である。天下人となった豊臣秀吉に身内並みに厚遇されて大大名となった宇喜多秀家が、秀吉の指導を受けて築城し、8年の歳月を費やして建造され、慶長2年、1597年に完成した岡山城。西向きの城構えのため、旭川を城の東背後を流れるように改修し、天然の外堀に活用しています。天守閣の壁に黒漆塗りの下見板を取り付ける、この時代の特徴から外観が黒く、後の時代には烏城とも呼ばれています。秀家はこの城を戦の施設としてだけでなく、両国内の商人や職人を集めて、千世の太し、城下町の整備を行っています。関ヶ原合戦で敗軍の将となった秀家は、流配先の八丈島で城主よりも長い期間の余生を過ごしました。宇喜多秀家が岡山城の象徴に建築した3層6階建ての望楼形天守閣で、城郭建築物に天守閣が出現し、発展し始めた時期の構造的特徴を伝えていました。城主の権威を象徴する書院造りの居間、城主の間が設けてあり、初期の天守閣の性格を物語っています。昭和20年の空襲で焼失しましたが、昭和41年に再建され、城主の間も復元されています。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。